2026年3月、コロンビア共和国、カルタヘナ旧市街、その石造りの地下に、私は一人で取り残された。これは、歴史ツアーの途中でたまたま経験したことではないと思っている。あの場所が、私を呼んだのだ。壁に手を触れた瞬間のことを、今でも鮮明に覚えている。指先が、その刻み跡に触れた瞬間、冷たいはずの石が、生きているように温かく反応した。カルタヘナの旧市街には、植民地時代に建設された地下牢が今も残っている。観光客向けの歴史ツアーが定期的に組まれており、私もその日、ガイドに連れられて薄暗い石段を降りていった。湿った空気が肌にまとわりつき、松明を模した電灯が壁をぼんやりと照らしていた。そのツアーの中に、通常は立ち入りが許可されていない区画がある。宗教裁判所の拷問室だ。正式には封鎖されているその部屋に、私は手違いで一人残されてしまった。ガイドのグループが角を曲がった直後、扉が閉まった。音もなく、静かに、暗闇の中で、私は深呼吸をした。スマートフォンのライトを点けると、壁一面に無数の跡が刻まれていることに気づいた。爪で、指で、必死に刻み込んだとしか思えない跡。17世紀から18世紀にかけて、ここで裁かれた人々の史跡だった。私はその一つに、そっと右手を重ねた。その瞬間だった。石の温度が変わった。冷たいはずの岩石が、じわりと体温を持ち始めた。まるで今しがた誰かが触れていたかのように、私の手のひら全体に、確かなぬくもりが広がっていった。背筋が凍りついた。しかし体は動かなかった。ゆっくりと振り返った時、そこにいた、壁の中から染み出すように現れた人影が、17世紀の修道服のような衣をまとった者たち、痩せこけた顔、落ちくぼんだ目、彼らはただ、私を見ていた。声もなく、動きもなく、ただ、じっと、その目の中にあったのは怒りではなかった。恐怖でもなかった。それはもっと深いもの、まだ終わっていない痛みだった。彼らは今もあの瞬間の中に閉じ込められていた。なぜ私が選ばれたのか、あの時はわからなかった。でも、この体験が私にとって何かの始まりだったことは、今なら理解できる。あの日以来、私の日常は静かに、しかし確実に変わり始めていたのだから、私を見ていた。声もなく、動きもなく、ただ、じっと、その目の中にあったのは怒りではなかった。恐怖でもなかった。それはもっと深いもの、まだ終わっていない痛みだった。彼らは今もあの瞬間の中に閉じ込められていた。なぜ私が選ばれたのか、あの時はわからなかった。でも、この体験が私にとって何かの始まりだったことは、今なら理解できる。あの日以来、私の日常は静かに、しかし確実に変わり始めていたのだから、あの日のことを、最初から話そうと思う。私はごく普通の旅行者だ。特別な霊感があるわけでも、怪奇現象を追い求める趣味があるわけでもない。歴史が好きで、旅が好きで、知らない街を歩くことに純粋な喜びを感じるタイプの人間だ。2026年5月のある朝、私はコロンビアのカルタヘナにいた。カリブ海に面したこの街は、鮮やかな色の建物が立ち並ぶ美しい港町だ。スペイン植民地時代の石畳が今も残り、歩くたびに何百年もの歴史が足の裏から伝わってくるような感覚がある。その日の朝、私はホテルの小さなテラスでコーヒーを飲んでいた。海風が柔らかく、空は抜けるように青かった。特別な予定もなく、ただ街を歩こうと思っていた。そういう日が、旅の中で一番好きだった。朝食を終えて旧市街を歩いていると、広場の片隅に小さな看板を見つけた。手書きのような文字で、歴史地下ツアー、と書かれていた。植民地時代の地下牢を案内するツアーらしかった。料金も安く、次の出発まで15分ほどしかなかった。深く考えずに申し込んだ。旅先では、こういう直感に従うことにしている。ガイドは50代くらいの地元の男性で、流暢なスペイン語と片言の英語を交えながら説明してくれた。グループは私を含めて6人。陽気な雰囲気で地下への階段を降り始めた。その時点では、何も感じなかった。ただの歴史ツアー、ただの地下牢、そう思っていた。でも、階段を降りるにつれて、空気が変わっていった。温度が下がるのではなく、重さが増していくような感覚だった。石の壁が近づいてくる。光が届かなくなっていく。息が少しだけ浅くなっていった。そしてガイドが立ち止まり、
あるドアの前で説明を始めた。この先が宗教裁判所の尋問室です。その言葉を聞いた瞬間、胸の奥で何かがひっそりと反応した。最初の異変は音だった。階段を振り切った時、ガイドの説明が続いていた。観光客たちが熱心にメモを取っていた。何もおかしいことはなかった。それなのに、私の耳に届いていたのは別の音だった。石と石が擦れるような低い音、壁の奥からにじみ出てくるようなくぐもった振動。最初は建物の構造音だと思った。古い石造りの建築物ならそういう音がすることもある。そう自分に言い聞かせた。でも音は止まらなかった。むしろ近づいてきていた。次に気づいたのは匂いだった。湿った石の臭い。それはわかる。地下牢だから当然だ。でもその奥にもう一つの匂いが混じっていた。焦げたような、鉄のような、それでいてどこか有機的な、説明のしにくい臭い。私は思わず鼻を手で覆った。隣に立っていた観光客は何も反応していなかった。その匂いは私にだけ届いていた。そして温度、地下だから涼しいのは当然だった。でもその瞬間、体の左側だけが急に冷えた。右側は変わらない。左側だけがまるで何かが触れているかのようにじっと冷たくなった。私は左を向いた。そこには壁しかなかった。古い石の壁。何百年も前に積まれた無数の石。その表面にかすかに何かが刻まれているのが見えた。横線、縦線、不規則に走るいくつもの傷。それが人の手で刻まれたものだと気づいたのはもう少し後のことだった。ガイドが声を上げた。次の部屋へ移動します。観光客たちが動き出した。足音が遠ざかっていく。私も歩き出そうとした。でも足が動かなかった。正確には動かなかったのではない。動きたくなかったのだ。その壁から離れたくなかった。何かが私をそこに引き止めていた。理由はわからない。ただその傷の前から立ち去ることがどうしてもできなかった。気がつくとグループの声が聞こえなくなっていた。私は一人だった。薄暗い部屋に壁と私だけが残されていた。そして次の瞬間、私は確かに見た。壁の前に立っていた。グループの足音はもうどこにも聞こえない。ガイドの声も観光客の話し声も何もかもが消えていた。残ったのは私と壁だけだった。息をした。ゆっくりと深く冷たいはずの空気がなぜか重く感じた。石の部屋なのに空気が動いていた。風ではない。呼吸のような何かだった。もう一度壁に手を当てた。手のひらの下に傷がある。深く刻まれた人間の手の跡、爪の跡まではっきりと残っている。何百年も前に誰かがここでこの壁を描いた。助けを求めて逃げようとしてそれでも逃げられなかった人間が残した証だった。暖かかった。最初に触れた時、気のせいだと思った。でも違う。石は冷たい。石は体温を吸い取るものだ。なのにその手の跡だけがはっきりと暖かかった。心臓が速くなった。手を離そうとした。でも離せなかった。吸い付くような感覚ではない。ただ離してはいけない気がした。まるでそのぬくもりを手放したら何かが終わってしまうような、そんな気がした。どれくらいそうしていたのだろう。10秒か1分かわからない。その時背後で何かが動いた。音ではなかった。気配だった。人が動く時の空気の揺れ。振り返ることが怖かった。でも振り返らないことがもっと怖かった。ゆっくりと肩越しに後ろを見た。いた。壁の中から滲み出るように人影が立っていた。一人ではない。複数だった。古い布をまとった人たちが暗がりの中にただ立っていた。顔がある。目がある。こちらを見ていた。声が出なかった。足が動かなかった。全身が石になったように固まった。逃げるという選択肢が頭から消えた。彼らは動かなかった。ただ見ていた。その目に怒りはなかった。憎しみもなかった。あったのは途方もない疲労とそれでも消えない何かへの切実な訴えだった。私は確かに見た。これは夢でも
幻覚でも、演出でもない。その目が、私を捉えた。離れない。逃げられない。見つめ返すことしか、できなかった。彼らは7人。いや、もっと多かったかもしれない。石の壁の中から、半身を出すようにして、こちらを見ていた。17世紀の衣服。ボロボロに朽ちた布。かつて白かったであろう麻の服が、暗褐色に変色していた。顔は、人間だった。怪物ではない。化け物でもない。ただ、苦しみだけを残して、それでも消えることができない。人間だった。その時、声が、聞こえた。耳ではなかった。頭の中に、直接、流れ込んできた。お前は、来たのか。日本語ではなかった。スペイン語でもなかった。言語として認識できるものでは、なかった。それなのに、意味だけが、理解できた。私は、息を飲んだ。次の瞬間、その中の一人が、一歩前に出た。女性だった。年齢は、わからない。髪は長く、乱れていた。両手を胸の前で組んでいた。その手の甲に、深い傷跡があった。壁に刻まれた。あの史跡と、同じ形をしていた。彼女の唇が、動いた。音にはならなかった。しかし、私には読めた。私の、名前だった。一度も、ここで名乗っていない。ガイドにも、チケット売り場にも、フルネームは告げていない。なのに、彼女は正確に、私の名前を呼んだ。全身の毛が、逆だった。しかし、恐怖とは、少し違った。呼ばれた、という感覚。認識された、という感覚。この場所に来る前から、すでに、知られていたような感覚。壁の史跡に触れた時、暖かかった理由が、その瞬間、分かった気がした。彼らは、待っていたのだ。誰かが来ることを、誰かが触れることを、誰かが、見ることを、数百年、この地下で、ただ待ち続けていた。女性の目が、私の目を、深く見つめた。そこには問いがあった。答えを求める。静かな、しかし決して消えない問いが、私は、動けなかった。しかし、この出来事は、地下牢の中だけでは、終わらなかった。地下牢を、出た。階段を上り、光の中に戻った。しかし、何かが、ついてきた。そう感じたのは、ホテルに戻った夜のことだった。シャワーを浴びようとして、ふと鏡を見た。自分の手のひらに、視線が止まった。あの壁に触れた。右手、皮膚の上に、うっすらと、何かが残っているような気がした。汚れでも、傷でもない、ぬくもりが、まだ、そこにあった。石の壁から伝わってきたあの感触が、消えていなかった。水で洗い流した。何度も、洗った。それでも、感覚は残り続けた。夜中の2時頃、目が覚めた。理由はわからなかった。ただ、部屋の空気が、重かった。エアコンは動いていた。窓は閉まっていた。それなのに、どこかから、冷たい風が流れてくるような気がした。天井の隅に、目が向いた。暗くて、何も見えない。見えないはずなのに、何かが、そこにいる気がした。私は、目を閉じた。眠れなかった。翌朝、朝食を取ろうとレストランに向かった。人が賑わっていた。観光客の笑い声が、飛び交っていた。それなのに、私の耳には、別の音が聞こえていた。低い、うめくような音。誰かが、苦しんでいるような音。周りの人には、聞こえていないようだった。私だけに、届いていた。フォークを持つ手が、止まった。食欲が、消えた。街に出た。カルタヘナの旧市街は、色鮮やかだった。花が咲き乱れ、子供たちが走り回り、市場には活気があった。しかし、その風景の中に、私は溶け込めなかった。何かが、ずっと、後ろにいる気がした。振り返っても、誰もいない。また歩き出す。また、気配がする。その繰り返しだった。城壁の上を歩いた時、突然、足が止まった。目の前に、海が広がっていた。カリブ海の、深い青、美しかった。本来なら、そう感じるはずだった。しかし、私の視界には、別のものが重なっていた。鎖につながれた手、泣き崩れる背中、薄暗い石の部屋、地下牢で見たあの光景が、現実の景色に、溶け込んでいた。私は、まだ、あの場所にいた。体はここにある。しかし、意識の一部が、あの地下に、残されていた。そして、ホテルに戻った夜、再び、目が覚めた。今度は、
音があった。壁を何かが引っかくような音、ゆっくりと繰り返される音。私は毛布の中で息を止めた。一人ではない。その確信が静かに、しかし確実に私の中に根を張り始めていた。あの地下で出会った彼らは一体何者だったのか。あの地下牢で見た人々の正体を私はすぐには理解できなかった。ホテルの部屋で壁を引っかく音を聞きながら私はただ震えていた。しかし朝が来ると私は動き出した。逃げるためではない。知るためだった。翌日、私はカルタヘナ市内の古い資料館を訪ねた。観光客向けの施設ではなく、地元の研究者が使う古い建物の中にある場所だった。スペイン語が堪能ではない私は、拙い言葉で係の人間に尋ねた。あの地下牢で宗教裁判によって命を落とした人々の記録はあるかと、係の男性は少し間を置いてから奥の棚へと向かった。彼が持ってきたのは黄ばんだ冊子だった。17世紀のカルタヘナで行われた宗教裁判の記録を後世の研究者がまとめたものだった。私はページをめくった。そこには名前があった。罪状があった。そして処刑の日付があった。ある名前の横に小さな注釈があった。壁に爪を立てながら連行されたという証言が残る。私の手が止まった。壁に刻まれたあの手の跡。それは偶然ではなかった。彼らは抵抗したのだ。消えることを拒みながら石の壁にその痕跡を刻み込んだのだ。私はページを閉じることができなかった。さらに読み進めると、ある記述が目に入った。その宗教裁判所の近く域は、長らく一般公開されていなかったといい、理由は、見学者が異常な体験を報告するため、だった。体温を感じる壁、誰もいないはずの場所から聞こえる声、そして、振り返った時に見える、人影。私だけではなかった。あの場所は、ずっと前から、訪れた人間を捕まえていた。では、なぜ私だったのか、その問いは、まだ答えを持たなかった。しかし、一つだけ分かったことがあった。あの地下で私の手を温めたのは、恐怖ではなかった。それは、誰かに触れて欲しかった。という長年の渇望だった。300年以上、誰にも触れてもらえなかった手が、ようやくぬくもりに応えたのだ。私は資料館を出て、再び空を見上げた。カルタヘナの太陽は、変わらず明るかった。しかし、私の中にある何かが、すでに変わってしまっていた。あの場所に戻らなければならない。その確信が、静かに、しかし確実に、私を引き寄せていた。最後の対面が、待っていた。あの場所に、戻らなければならなかった。資料館を出た足は、気づけばまた地下への階段へと向かっていた。自分の意志なのか、それとも何かに引き寄せられているのか、もう区別がつかなかった。石畳の上に、夕暮れの影が長く伸びていた。カルタヘナの空は、橙色に染まり始めていた。地下への入り口に立った時、空気が変わった。昼間よりも、重い。まるで、こちらが来ることを、知っていたかのようだった。足を踏み入れた瞬間、灯が揺れた。風などない場所で、炎が揺れた。それは、歓迎ではなかった。しかし、拒絶でもなかった。ただ、呼ばれていた。問題の部屋に近づくにつれて、足音が重くなった。石の床が、まるで柔らかい何かに変わっていくような感覚があった。扉の前に立った。昼間とは違う。扉の隙間から、かすかな光が漏れていた。人工の光ではない。青白い、冷たい輝きだった。扉を押した。きしむ音が、地下全体に響いた。部屋の中に入った瞬間、全身の毛が立った。彼らは、いた。壁際に、3人。昼間に見た姿と、同じだった。17世紀の衣をまとい、ぼんやりとした輪郭で、こちらを見ていた。しかし今回は、距離が違った。昼間は遠かった。今は、すぐそこにいた。手が届くほどの距離に、彼らは立っていた。一人の目と、視線があった。その目には、恐怖はなかった。憎しみもなかった。ただ、深い悲しみだけが、満ちていた。彼は口を開いた。声は聞こえなかった。しかし、意味は伝わった。忘れないでくれ。と、私たちはここにいた。と、私の目から涙が流れていた。自分でも気づかないうちに、頬が濡れていた。壁に刻まれた史跡に、もう一度手を当てた。今度は、
温かさだけではなかった。震えていた。彼らの手が私の手に重なるように震えていた。しばらくそのままでいた。どれくらいの時間が経ったのかわからない。ふと顔を上げると彼らはいなくなっていた。部屋には静寂だけが残っていた。しかし孤独ではなかった。何かが確かにここにあった。私は深く息を吸い立ち上がった。この体験を伝えなければならない。それが彼らとの約束だと感じた。地上に戻った私を夜のカルタヘナが静かに包んだ。あの夜の後、私の旅は続いた。しかし何かが根本から変わっていた。あの部屋から出た後、私はしばらく動けなかった。地上の光が眩しすぎるほどだった。カルタヘナの空は相変わらず青く広がっていた。何事もなかったかのように世界は続いていた。しかし私の中では何かが静かに、しかし確実に変わっていた。IMG カルタヘナの青空と石畳の広場、夕暮れ前の光。その夜、私はホテルの部屋に戻り、長い時間をかけて考えた。あの史跡はなぜあんなに暖かかったのだろう。石は冷たいはずだ。記憶も時間も消えていくはずだ。それでもあの壁は暖かかった。あれは記憶の熱だったのかもしれない。消えることを拒んだ魂の体温だったのかもしれない。IMG ホテルの窓越しに見えるカルタヘナの夜景。一人の人影。翌朝、私は再び旧市街を歩いた。観光客たちが笑い、写真を撮り、アイスクリームを食べていた。その光景が前の日とは全く違って見えた。この石畳の下に何がうずもれているか、この壁の向こうに誰が叫んでいたか、誰も知らないまま歩いている。それが悪いことだとは思わない。ただ、私はもう知ってしまった。知った者には知った者の責任がある。そう感じた。IMG 旧市街の賑やかな広場。対比として地下への入り口が映り込む。あの体験以来、私の旅のスタイルが変わった。表面だけを見る旅ではなく、その場所に刻まれた痛みを感じようとする旅になった。美しい風景の裏に何があるか、華やかな歴史の陰に、誰が泣いていたか、それを問うことが、旅の意味になった。カルタヘナの地下に残されていた人々は、観光スポットとして消費されることを望んでいなかった。ただ、覚えていて欲しかったのだと思う。名前さえ残らなかった命が、確かにそこにあったことを。IMG 薄暗い地下牢の壁。光の筋が差し込む静かな情景。2026年の今も、私はあの史跡を忘れていない。目を閉じると、あのぬくもりが指先に蘇る。あれは幻ではなかった。あれは、確かな存在の証だった。彼らは今も、あの壁の中にいる。冷たい石の中で、誰かが触れてくれるのを待っている。だから私は、これを語り続ける。それが、あの夜に交わした約束だから。次回は、この旅の全てを振り返るエピローグをお届けする。カルタヘナが私に残したもの、そして旅とは何かという問いへの、私なりの答えを。目を閉じると、あのぬくもりが指先に蘇る。あれは幻ではなかった。あれは、確かな存在の証だった。彼らは今も、あの壁の中にいる。冷たい石の中で、誰かが触れてくれるのを待っている。だから私は、これを語り続ける。それが、あの夜に交わした約束だから。カルタヘナの地下牢を出た後、私はしばらく言葉を失っていた。太陽は明るく、海風は穏やかで、街は観光客の笑い声で溢れていた。でも私の手には、まだあのぬくもりが残っていた。洗っても、消えなかった。眠っても、消えなかった。あの壁に刻まれた手の跡は、単なる歴史の痕跡ではない。それは、声を奪われた人たちの最後の言葉だ。裁かれた者たちは、罪を犯したわけではなかった。ただ、異なる信仰を持っていた。ただ、違う言葉を話していた。ただ、権力に都合の悪い存在だった。それだけで、あの暗い部屋に連れて行かれた。そして二度と、光の中に戻れなかった。旅とは何か、と問われたら、私は今、こう答える。旅とは、知らなかった痛みに出会うことだと。美しい景色だけが旅ではない。歴史の傷跡に触れ、その重さを自分の中に持ち帰ることも、旅の本質だと思う。カルタヘナは私に、その重さを与えてくれた。いや、与えてくれたというより、預けてくれた。あの瞬間、
彼らが私を選んだのは、語り継いで欲しかったからだと、今でも信じている。2026年の今も、あの感覚は時々戻ってくる。深夜、ふとした瞬間に、指先がじんわりと温かくなる。その度に私は思う。彼らは、まだそこにいる。まだ、誰かに気づいてほしいと思っている。この動画を見てくれたあなたも、今日から少しだけ、彼らのことを覚えていてほしい。旅は終わっても、出会いは終わらない。あの力の記憶は、私の中で今も生き続けている。